僕は画家になりたかったんですよね、元は。それで絵を描いてたんですけれども、ウォルト・ディズニーのねミッキーマウスを見てね、これは絵とフィルムがねなんか合致してると、これは素晴らしいものが世の中にあるんじゃないかと思ってね、じゃあもうウォルト・ディズニーになろうと思って、それで日本では小さくまだやってた頃ですけれども、アニメーションですね、今でいう、当時は漫画映画と言ったんですが、そこで、ゼオスタジオっていうところへ入って漫画をやってたわけです。当時あそこで山中貞夫監督がいろんなあれで随分撮ってられたんですよ。でそれを見てね、これはもうディズニーじゃなくて山中貞夫になりたいと思いまして、劇映画の方に転校させてもらったわけです。いろんな監督さんから影響を受けてますわね。アメリカ映画、それからフランス映画、日本映画からも黒さんとか、黒さんじゃったのか、黒沢監督だとか、溝口健二監督だとか、いろいろ勉強しましたわね。外国ではルビッチ、キャプラ、本当にたくさんいい監督さんが昔はいっぱいいられて、本当に楽しく難しく勉強しましたね。竹山さんの原作を読んだ時に、これはどうしても映画館にしなければならないという、何かこう天の声というのか、なんかそういうあれを感じたわけですよ。それでこれはちょっと雑談ですけれども、竹山さんって原作者ですね。あの方が小説を書かれてビルマ行ったことないんですね。行ったことないのにあんな素晴らしいビルマの物語ができたんです。初めは実は中国で考えてたっていうんですよ。ところがアメリカ兵と日本兵がこう合唱するとこがありますね。あの歌が中国にはああいう歌がないんだそうですよ。それで行ったこともないビルマに人の話を聞いて、それでビルマンの盾事という小説をビルマに行ったこともないのに書き上げたというのかな。そういうことを僕は竹山さんから作者から聞いてちょっと感動しましてね。納豆さんがこれは一人で本当に早くさーっと、それで原作とだいぶ映画は違ってます。ということはですね、竹山さんが本にもちゃんと書かれてますけれども、これは大人に対する童話だとおっしゃってたんです。だけど映画にした場合は、児童映画、子供の映画になっちゃいますからね。ですから、子供の映画でなくやはり一般的な映画をしたいもんですから、竹山さんの了承を得て、童話じゃなくて大変現実的な、ビルマという戦線の物語にしたわけですね。ですから、確か原作では人食い殉死が出てきたりね、なんかそういうなんかこういわゆるビルマの風俗的なものもいろいろこう書いてあったんですが、そんなもの一切やめまして、ストイックにただ水島と舞台の歌う兵隊というだけをポイントに置いて、随分企画を出してから随分待ちました。実現するまでに大変だったんですね。それは当時あれは日活撮影所で制作したんですけれども、若い俳優さんが少なかったんですよね。
それでまあ安井君をあんまりまだ大きな役割はついてなかったんじゃないですかね、当時からはね。新人ですね。感触がとっても良かったんですよ。大変素直な感じが、新人だけどそういう感じがあったもんですから、抜擢ですねこれは。ただね、ちょっとこう肩のあたりがね太ってるんでね、少し痩せてくれと。もう食べ物も何もない敗走してる日本軍ですからね。本当にその誠実な人間っていうのか、俳優さんでないとなんかこうとても誠実な感じがねしてよかったと僕は思いましたね。よくやってくれました。全滅してそれが何に入りますか。生きて忍んで働く、それが国のためです。国のため。生意気言うな。考察することは国のためだ。我が隊にはのめのめと生きることを願う奴は一人もいないぞ。当時の日本軍人としては当然それは玉砕するつもりで戦うというシーンですよね。だけど水島はどうしてもやっぱしそういうことをさせたくないんで必死に嘆願してるところですけれどもね。やはりいい意味でのなんかこう水島も人間ですから、そこでやはり説得し得なかったという、痛恨時っていうと思うんだけれども、大変辛い立場に置かれてるシーンですよね。で水島ってのはああいう人間だという一つの表現ですね。初めのプランはカラーで撮る予定だったんですよね。ところがね、もう大英あたりはイーストマンカラーが入ってたんですよ。だけどね、日活はねコニカラーって日本でね三原色のねあれを作ってたんですよ。でこれでやってくれって言われたらね、そのキャメラを僕は見に行ったらね3本こうフィルムがかかってる例のこんな大きなキャメラ、こんなものはビルマに持っていけないって言ったんですよ。それは故障したらビルマで治らないでしょ。だからその頃ですからね、もうビルマなんて遠い国だと思ってるよねこれ。そのカラーでねもうやめるの撮るのをやめてもう白黒でいこうと、そういうふうに考えて白黒にしちゃったんですけれども、それでどんどんいろんな事情があってロケーションができなくて行けなくて、それで日本の内地で随分撮ったもんですからいろいろその構図的には苦労しましたね。あんまり俳優さんついていけないわけでしょ。だから安井君一人しか行けないわけですよ。だから他の俳優さん出るとこは伊豆とか箱根で、そういうことがいろいろ画面に影響したかも分かりませんね。ただ割とこうビルマは熱帯ですからなんか熱い感情、構図だとかそういうもので随分苦労して出そうとしましたよ。普通の白黒でやったわけですから割とこうコントラストにねできるだけ撮るように心がけましたね。それから僕は特にこだわるのはねレンズの使い方なんですよ。つまり望遠レンズを使ってロングを撮ってみたりね、それからワイドレンズでアップに近づいてみたり、そういうことは時々やりますけれどもね、これはキャメラマンの了解を得ないといけない点ですけれどね、そこは打ち合わせして、あとはもうそれに対するライティングですね。
作品によりますよね。それはベタのライトでわざと撮ったり、その作品の要求によって遮光線ばっかしで撮ってみたりね、なんかそういうことはしますよね。まあキャメラを除いて、それでまあキャメラマンと相談して、あとは照明技師さんといろいろ打ち合わせをして、そういう形でまあ作業を進めていきますよね。音楽はいろいろ注文出します。僕は音楽だけは自分でできないですね。あとは大体できますよね。これうまい下手は別として、だけど音楽はやっぱりできないんで、人に頼んでいろいろ僕は意図を言います。で意見も出しますよ。よく揉めます。飯窪さんとも随分揉めた記憶があるね。だからもう一つ飯窪さんに注文したのは縦ごとの音がね、これ決めるのに随分時間かかりましたね。というのは小道具で使ってる縦ごとは音しないんですからね。それに音をつけるわけでしょ。ハープでやったりバイオリンのあれでやったりいろいろやったんですよね。まあ今入れてある音がまあ当時最高だと思ったわけですよ。わざときれいにしてもらったんですよね。で何十もこうやり直して随分やり直しました。であれが一番いいと思って入れてあるんですけどね。素人も入ってるんですよ。で聖歌隊の人も入ってる。聖歌隊だけじゃなくてね、素人の人もわざと音痴の人も少し入れてあるんですよ。ミックスです。ビルマンの建物がベネチアになんか映画祭に参加したっていうことを僕ら知らなかったもん。日活から誰も言ってないんですよ。僕も知らないしね。他の映画作ってましたからもう。それでで日活のビルマンの建物が賞をもらったんで全然僕たちは知らなかったんですからね。であれはねクレマンの居酒屋とねビルマンの建物がね、後でもちろんその報告を聞いた結果ですけれどもね、票を争ったわけですよ。それで同点になっちゃったんですね。それでグランプリにならなくて、それで悪いと思ったんでしょう。三重受賞っていうのあの時あれ第1回ですよね、作ったんですね。あれは三重受っていう人はなんか平和のために尽くしたイタリアの人らしいんですよね。それでビルマの建物も平和のためにした一人の兵隊の話ですから、こう結びつけて、そんで悪いと思ってくれたんかもわからん三重受賞っていうのはね、暗いと自分では暗い映画を作るつもりはなかったですよね。ビルマの建物はですね、あれはあまりにも崇高な話なんで、作者が作った夢物語だろうと、それぐらい理想の高いテーマなんですけれども、僕はひょっとしたらああいう状況にあった時、簡単に言えば一人の兵隊がビルマに残って自分たち戦友の
死んでいるのを見て自分がこれ全部弔っていきたいっていうんで部隊がみんな日本へ帰ったのに自分だけ残ってそれをしようとした心がけですね。これは本当に崇高な、本当に話だと思うんですが、人間というのはこんな素晴らしいことができるんかと、そういう以外に、映画館に対してでもなんかこういい意味でのこう希望、人間に対する希望、そこへテーマを持っていったはずなんですけどね。